コーヒー頭痛くなるんですよ。誘われるまま座って飲んだお茶がむっちゃ美味しくて。魅力はまあ香りとかがね、日本茶とは違って、いろんな香りを楽しむことができるので。おはようございます。おはようございます。片付いてないんですよね、実は。チェックしたらやっぱりやばかったんで。よいしょ。です。で、その他のお茶はこっちのちっちゃい方のメニューにあります。よいしょ。じゃあ、自宅のジュロ茶でも入れていきましょうかね。アリさんのジュロ茶っていう自宅がブランド化してるお茶ですね。まだ入れてないんでね。よいしょ。君はこれで。1分ですね。もうちょっと待ってくださいね。これ何回ぐらいそのお茶のうちのお店では4000か5000ぐらいまでもっと出るんで、持って帰ってもらったりしますけど、茶葉は。
基本的に台湾のお茶はこんな風がいいでしょうね、買われる時は。これが美味しくない茶葉だとこの辺ガサガサになってて色がね変わってたりするんですよ。そういうのはちょっと避けた方が。うん、ダメだったやっぱり。全然ダメでもないんですけど、うん、お客様にお出しできるものではないなって感じですかね。ちょっと他の発酵が進みましたで、味的にどんな味がするんですか？ちょっとね梅粉入るんですよ。梅粉。梅の味が。口直しに友のものを飲みましょう。それでいいんですけど、そうはねなかなかやっぱりお茶屋さんなんで。ちょっと測りますね。赤ウーロンです。もうちょっと強い方がいいですかね。はい。美味しい美味しいけどちょっともうちょっと強くてもよかった。まあこんなもんでしょう。これは紅茶に仕立ててあるので、紅茶ですね。はい、紅茶です。紅茶の味。お茶をしようとしたきっかけって何かあるんですか？いや別に好きだっただけですよ。いつぐらいから好きになった？高校生の頃から好きだっただけなんですけどね。コーヒーが飲めないって分かったんですよ。コーヒー頭痛くなるんですよ。なんでお茶になったんですね。そこから興味を持たれて。そうですね、そこから興味を持ってて、でついでになんかお茶屋さんが開いてて、でお茶屋さんで飲んでけって言って言葉もわからないのに誘われるまま座って飲んだお茶がむっちゃ美味しくて、で台湾茶にはまるとエスカレートしていって、台北の茶博年に1回9月にやってたんですけど、それにちょっと行くことができて、その時に知り合ったお友達のお茶師さんのところのお茶がすごい気に入って、ここから茶博、台北の茶博に3回ぐらいお邪魔してお会いしたら遊びに行きなさいって言われててでもうその頃は年に45回は行ってた頃で、いつ来るんだいつ来るんだ次いつ来るんだって言われて、で誘われてから多分1年ちょっと経った時の正月にタイミングがあったというよりも向こうが寄せてくれて、桃園空港まで迎えに行くからって言って玉山の山麓の茶園に連れて行ってもらって、一泊させてもらって、次の日茶園見てお茶の試飲大会して、でもう一泊するかって言われてたんですけど、さすがにすごい緊張してたんで、もう帰るって言って帰らせてもらって、ですごい本当に楽しかったんで、そっからもう本当に台湾に入り浸るというか、それでようやく3年前ぐらいにお店を始めたって感じですかね。
ああ、いい白合光するな。はい、ほらこんな感じですかね。すごい色ですね。これ目先しかないんですよ。目の部分しか。目の部分ですか？はい、目の部分しかないんです。このお茶は基本こういう作り方をするのは中国得意なんですけどね。魅力はまあ香りとかがね、日本茶とは違って、いろんな香りを楽しむことができるのでっていうのがもう一つの理由。もう一つは何銭も進めれるから全体的な様式というか格好がねちっちゃくて可愛いんで、皆さんちょっと興味持っていただけるかなっていうのがありますね。長い間飲んでいただけるお茶を扱ってるつもりなんで。だから持って帰っていただくっていうのも可能にしてます、うちはお茶っ葉を。チャリンの名前の由来を教えてください。それは中国の古詩の17例っていうのがあるんですけど、その一文ですね。茶礼人相、お茶は人をして爽快たらしめるという、訳になるんですけど、その頭2つ、茶はあなたをどうするかっていう問いでもあるかなと思ったりします。気持ちよくなってもいいですし、穏やかな気持ちにさせてくれてもいいですしっていうことで、お茶はあなたにとって何かのことになればいいなっていうことで名前付けさせていただきました。大前さんにとってのチャリンとは何ですか？私の個性の具現化と思ってます、やっぱり。だからこの店は私ですって感じですかね。机もほぼ私が作りましたし、なので
私のいろんな表現者としての表現しているところですかね。茶卓も制作したりとか写真も作ったりとかしているので、そういう意味でもやっぱり具現化したものだと思います。ありがとうございました。また来てちょうだい。